はい、こんにちは。タモンマルの、カンコレ、タモンマルです。本日も、元気にカンコレの方始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。です。今日は、今出演機任務もしていくんですけども、最初に、明日、カンコレのメンテナンスが入る予定になっています。そこの、紹介の方から今日は入っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。空母9さん、皆さん、こんばんは、お疲れ様です。空母9さん、こんにちはです。今日もね、よろしくお願いします。かのやさん、こんばんは。金谷さんも、こんばんはです。今日もね、来てくれてありがとうございます。それでは、紹介というかね、これはカンコレの、ツイッターの方をね、ちょっと見ていこうかなと思いますので、ちょっと画面を切り替えたいと思います。はい、皆さんもね、よく見ている画面だとは思うんですけども、これは昨日8月2日ですね。提督の皆さん、お疲れ様です。カンコレ稼働全サーバー群は今週8月4日水曜日に軽メンテナンス&アップデートを実施します。同メンテは地中海方面への遠征となる時期限定作戦夏イベの事前準備を中心とした軽メンテなんですよね。そして母校最大拡張枠プラス10席分と、装備40枠付きと拡充も実施予定ということなので、いよいよねイベントも間もなくということがはっきりね告知されております。そして、今日もう一度同じ内容のものが案内されています。こちらの方には明日8月4日水曜日11時からメンテナンスアップデートを実施します。そして、当日の20時を予定していますということなので、結構長いですね。単純計算で9時間ということになるので、最近のアップデートの傾向としては、任務がね追加されたりすることも多いんですけども、今回は地中海方面への遠征となる、次期作戦の、準備ということなので、もしかしたら今回は追加がないのかもしれないですね。ただ時間がねこの時間に終わるかどうかというとなかなか終わらなかったりするんで、生主さんだと大体この、時間らへんにね、配信始めたりして、情報をねみんなで共有していくような、そんなスタイルだと思います。私の方ではちょっとそこまでうまく運営できるちょっとだけね自信がないんで、今はまだやりませんけど、いずれはやってみたいなというふうにも思ってますので、その時はねぜひまた皆さん見に来てください。ということで一応最新情報というのは、こんな感じなので、続いて今日の出撃メンバーのね紹介をしていきたいと思います。
はい、画面の方が切り替わったと思います。サムネイルにもしました、今回はね、ゴトランドを中心とした、欧州艦隊で攻略をしていきたいと思います。最初に任務のチェックの確認をね、これ大事なんで、はい。はい、今日は前線の航空偵察を実施せよの任務を行います。偵察任務になりますので、水上規模艦1、軽巡2を中核とした偵察艦隊を中部海域、グアノ干渉域海域に展開。航空偵察作戦、軽作戦を反復実施せよ。さらに、同方面の敵艦隊を捕捉。敵戦力の撃破に努めようとなっております。作戦の書いている通りに6の3ですね。こちらのボス戦で2回勝利をすることが今回の達成目標となります。自由枠としてね、3隻選べますけども、基本的には水母1、軽巡2、自由枠として駆逐艦を3隻を今回は選んでいます。今回も固定してあります URL の方に詳細の方は載っていますので、ご興味のある方はご覧になっていただいてもいいのかなと思いますけども、はい、今回の出演機メンバーですけども、ゴトランド、今回ね、機関に抜擢しましたけどもね、この子、軽巡洋艦の4スロット、そして、水上爆撃機が搭載できるというところが、最大の魅力ですし、なんといってもね、対空、対戦、索敵とね、隙がない、非常に優秀な、なんかね、一部では秘書官だっていう、初期秘書官だっていうことをね、言われたり、言われなかったりする、ちょっと変わった子です。はい。で、装備の方も、ちょっと重めなんですけどね、もしかしたら軽巡洋艦にはフィットしないと思われますけど、一応火力を取って、8インチ3連装砲のマーク9ですね。やっぱり火力がね、重要になってくるので、一つだけこちらを装備します。そして、これちょっと私は、わからなかったというか、こちらの 152mm 55連装砲速射砲回を装備すると、一応ね、火力と対空と回避が、補正が入るということは、ちょっと昨日装備をちょっといじってたら出てきたので、今回装備させてみました。これでだいぶね、火力も上がって94になりますね。カタパルト詐欺と呼ばれてしまうのはかわいそうなこと。ゴトランドのね、この第3階層の時にはね、カタパルトが必要になるのも、練習航空巡洋艦っていうね、ちょっと独特なネーミングになってるのも、その原因だとは思いますけどもね。はい。そして、零式推定11型のオツ熟練ですね。現在、一番、優秀なといえば優秀な、水上偵察機を装備していきます。そして先ほど、リスナーさんからも話がありましたけども、カタパルトが装備できることで、この水上爆撃機装備できます。ソードフィッシュマーク3回水上機型。こちらで火力、雷装、対戦、回避とかいったね、かなりパロメーターの方がアップします。これの上位の互換で熟練
もありますけど、現在はランカー報酬でしか配られていないものなので、私はちょっと持ってないので、もしね、持ってらっしゃる方でしたら、さらに威力が上がるということなので、ぜひね、持っていらっしゃる方は、ゴットランドに乗せて活躍させてあげましょう。はい。といったような、装備になっております。そして、今回シェフィールドを抜擢しました。連度は98と。おそらく地中海の作戦、自月作戦では活躍するだろうし、おそらくその時の、ドロップ艦だったので、おそらく次回の作戦では、推薦が搭載不能なのかなぞ。そうですね、ゴトランド、推薦、確かに推薦詰めたらね、いいなとは思うんですけど、そこは、他にできる子がいるので、あまり役割を奪ってあげるのもかわいそうかなと思いますので、今のままでいってほしいなとは思います。そして、シェフィールドもね、おそらく次回の作戦でまた開港することができると思うんで、もしね、まだ開港だとない方いらっしゃいましたら、次月作戦でぜひね、開港してあげてください。この子もイタリア系順と同じようなね、特性を持っていて、対艦船の火力が非常に高くなっています。装備品の6インチ、もう長い名称なんですけどね、これ多分マーク13、3連装砲、3連装ですからね。火力と、回避がね、補正が入って、これだけで、従順の手法並みの火力になっています。こちらの手法を2個積みしているので、火力で99というのは、これは、従順洋艦の、普通の海レベルのね、火力を持っていることになります。その分、雷装置がちょっと若干低めな設定になっているので、野戦ではちょっと使いがたいところはありますけども、その反面、対空値がね、高い設定になっているので、どちらかといえば、道中突破向きの艦無水になっています。鹿野屋さん、英国艦だけあって、対戦高いですね、この子。この子ね、対戦値、軽巡洋艦っていうこともあって、高めな設定になっています。私の連度だとまだこのレベルですけども、おそらく130、30までいっちゃうと、すでに100超えてくるんだろうなというふうに思います。だいたいレベルが2つ上がれば対戦値が1上がるような感じなので、そこまでいくとかなり万能な戦いができるかなと。あと索敵値もね、結構高いんで、後半回帰に行けば行くほど索敵の高いね、数字を要求されますので、そういった時のためにも出番が来るんじゃないかと思っています。はい。そして今日は、欧州艦ではありませんけど、タシュケント出てもらいます。この子に関してはね、説明いらず、もう言わずもがな、駆逐艦の中で唯一4スロット装備の子ではありますけども、その分、ステータスは若干、おとなしめになっています。今回は道中に潜水艦がいますので、先制対戦来撃ができるように、対戦値を100以上に上げて、その後爆雷装備にしております。イデヤさん、こんばんは。仕事終わってきました。イデヤさん、こんばんはです。お仕事お疲れ様でした。先日はね、ゴジラ見られて、その前にね、一コメント残していただいてありがとうございました。楽しまれていたようで何よりです。今日は、ゆっくり見ていってください。はい。
この子もおそらく、前回のイベントではドロップ艦として出てきましたけど、もしかしたら自月作戦では出てこないかもしれないですけども、もしね、ドロップできる機会があったら、やっぱりこの子、ワンオフの性能を持ってるんで、まだね、実装できてないよっていう方でしたら、次回の作戦にぜひね、開講できることを、開講できるようにね、資材貯めておきましょう。はい。そしてここからは J 型駆逐艦の、ジャーナス。この子はまだボス戦で戦って報酬艦でしかまだ配られてない子なので、おそらく次回はそろそろドロップするんじゃないかなというふうに思われます。性能的な面でいくと、火力はね、そんなに高くないんですけど、これは日本駆逐艦と同じような能力で、雷装値が結構高いです。今、雷装値90ありますけど、これ魚雷積んでない状態でこれなので、魚雷ガン積みしてやれば100、2、30くらいはね、盛れるかなと思うんで、そしたら、次回の作戦では、フィニッシャーとしてね、活躍する可能性も十分ありますので、その活躍の場が来ることを祈りたい。あとは、対戦値がすごい高いです。この J 型駆逐艦に関しては、ソナー1個しか積んでないんですけど、素の状態でね、もう100超えちゃってるので、輸送作戦にも使おうと思えば使えますけど、ちょっと使うにもったいないかなっていうことでね、なかなか切るのが難しいところではありますけど、特性としては、他にまたないね、能力を持っていたりもしますので、ぜひ次の作戦で開講できることを祈ります。そして、ちっちゃな金剛語と、ジャービスですね。この子に関してはね。だけどイタリア生まれだから、多種圏ともワンチャンドロップあるかも。そうですね。もともとの開発はね、開発といいますか、建造はイタリア出身ですから、いろいろ、そこら辺はね、運営さんのさじ加減一つになっちゃうんでしょうけど、でもせっかくのイベントなんで、いろんな方にね、たくさんカンムス、合わせてあげてほしいなというふうに思います。そんな中でもね、ジャービス、この子は前回、前々回だったかな、ドロップする機会があって、もしかしたら、その時開講された方も多いんじゃないかなというふうに思います。一番最初に実装になったのが、カンコレ1期のね、レイテの前段戦の最終ボスの、ドロップ艦ということだったので、私も結構頑張って掘りに行ったんですけど、結局開講できなくて、それから1年半年ぐらいしてようやくね、ドロップしてくれましたので、非常に嬉しかった思い出があります。この子もジャーナスと一緒で、雷装値が高くて対戦値も高い設定になっているのと、あとは運が特に高い。これは、シングレよりも高くて、雪風より低いっていう、ちょうどその中間ぐらいの運の値になっています。なので、使おうと思えばフィニッシャーとして使うこともできるし、何でもできそうなね、そんな感じになりますので、次回の作戦では、前段作戦なのか後半作戦なのか分かりませんけど、きっと出番が来るので、大事に育てていきましょう。そして最後になります。水上規模艦からはコマンダンテストです。この子も実装されて結
構長くなりましたので、おそらくドロップとしてはね、今回もウォッシュ行くので開講できるかとは思いますけども、なかなかね、この子もいざ探そうと思うとなかなか出てこなかったりする子なので、この機会にね、まだの方はぜひいいと思います。装備に関しては水上爆撃機体を装備させることができるのと、もちろんあの水上戦闘機も搭載することができます。ただ、高標的だけがね、装備できないので、砲戦、砲撃火力として手法を2つ積んでいます。水上規模感は軽巡洋艦の手法を積むとね、ちょっとフィット補正が発生しないということらしいので、こちらの夕張砲と呼ばれる14センチ連装砲回をね、装備させてみました。はい。私の艦隊で使うときはだいたい水上規模感にはこの手法を搭載するようにしています。これが正しいのかどうかはちょっと私もはっきりとは言えませんけど、火力だけであればね、あとは副砲をこう積んでみるっていうね、こちらの OTO152mm の3連装砲速射砲、こちらの方が火力が高いんで、こちらの方がいいのかもしれないんですけど、命中率を取ってね、こちらの方を私は選択していたりします。はい。という6名の出演機になります。それでは早速行ってみたいと思います。いいですね。夏真っ盛り。鹿野屋さん、水母では搭載最大でしたかね、コマンダン。はい、コマンダンテスと改めコマちゃんと呼んでますけども、水上規模艦の中ではね、日清によりも搭載機数が多く積めるのでね、連合艦隊で航空母艦が出撃できない海域であったりした場合は、第一艦隊に搭載させる水母としてはかなり優秀ですね。それだけで制空時100以上稼ぐことは決して不可能ではないので、そういった使い方もイベントでは十分考えられます。では行ってみましょう。中部海域のグアノ干渉海域軽作戦。もうね、この作戦のイラストからしても大型機が活躍するだろうというのが分かっていただけると思います。では、艦隊出撃。機関練習航空重要艦ゴトランド出撃します。た最初のね、この分岐のところ、私上の方にはまだ行ったことがないというかね、上に行くと遠回りになっちゃうので必ずね、下のシーマスに行きます。で、ここがね、厄介で、エフェクトがないんですけどね、ここ潜水艦が出るっていうちょっといやらしい箇所なので、必ず単文字を選ぶようにしてください。よく間違ってね、単純字選んでしまうことがあったりするんで、ここも本当に改善してほしいな。敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんないい？これでどうさ。私本当はちょっとしつこいのよね。ちゃんと見てた？攻撃開始。行きましょう。逃しはしません。うらー。甘く見ないで。ちゃんとシュー。見てた？外れた？シュー。はい、
戦闘の方はね、始まっていましたね。最初の海域の対潜水艦船は、万全の対策をしていたので、このように抜けられますけど、イベントの海域の場合だと、空色の巡洋艦がまた一番なのか。最初が対戦マスが来て、次にね、空襲マスが来るパターンがあるので、今回は対空カットイン装備はしてないんですけど、それでね、枠取られちゃうんで、装備枠の枠をどうするかっていうのが一問後半海域派、な意図的ってきますに潜ね。水艦エフェクト略してる感じですね。そうですね。もしかして意図的になのかも、それなんでしょうね。でもね、そういったところもやっぱり声を上げていかないといけないと思うんで、できればね、こう改善しましたということをアナウンスしてもらえれば嬉しいなと、そういうふうに私的には思います。そして、ちょっと皆さん気がつかれているかどうかはあれなんですけど、最近、こういう戦闘中にね、雑談をちょっと入れていこうというふうに私の故郷の偽装って物がいい思っし、ているんですけども、家具も右上の方に今回雑談、ちょっと雑ですけど巡洋ってね書かれてますが、今日は巡洋のことについて誰にも負けない。雑談をしていこうかなというふうに思っています。もしね、この、戦争ですね、が起きなければというちょっとイフな話になるんですけども、巡洋はね、海の徴用王として、太平洋に、君臨していただろうというふうに思われます。でも時代がねそれを許さなかったというわけなんですけども、現在ね行われています東京オリンピック、ちょうど昭和17年かな、間違っていたらすいません。この東京オリンピックに合わせてね収益されるはずだった日本初の大型豪華客船橿原丸と出雲丸ですね。この、風雲急を告げる昭和16年1月に、海軍に、買われたといえばちょっと言い方が悪いんですけどもね、もともとそういった補助金とかもね出された上での建造だったわけなので、いざ、有事の際には、航空母艦、巡洋を費用として生まれ変わることになります。その改造は、徹底したもので、昭和17年5月長崎沖に浮かんだ巡洋の姿を見て関係者たちは目を見張ったそうです。排水量24,140トン、全長219メートルの堂々たる艦揚はとても全身がね客船だったとは思えない、そういう状態だったんですけども、ただわずかに丸みを帯びた艦尾が、貴婦人としての面影を残していたそうです。外見ではねひときわ目を引くのはそれまでの日本軍の空母とは違う艦橋と一体化した煙突でした。これは建造中の大型空母大砲のテストを兼ねたもので、収益直後には
米空母と誤認しないようにという注意が、全軍に通達されたそうです。搭載機数も53機、25.5 ノットを走る巡洋の能力は他の航空母艦と違い、正規空母に準じるだけのね性能を持っていたものですから、彼女は第一線に投入されることになります。ちょっと戦闘の方に戻ってみると、ものの見事に、反壊してますけど、A 勝利でいいんで、これでもう取ってるんですけどもね。でも、S 勝利取れそうなので、行ってみましょう。野戦、突入。追撃しちゃいますか？本当に？仕方ないな。有効かな。お願い！甘く見ないで。はい。最初の戦闘は野戦込みでしたけども、S 勝利、取れましたね。このね、海域のドロップカンムスもたまにレアな子が出たりするんで、ちょっと期待してみたいなというふうに思いますけど、どうかな？はい、衣笠さんでしたね。よろしくお願いします。作戦完了。艦艇戻りました。はい、2回攻略が必要なので、もう1回準備ができましたら出撃をしたいと思います。今回はね、道中対戦1回戦闘2回だったので、一番ルートとしては重めのね編成というか長いルートを今回行ってました。羅針盤に勝てればもう一戦短縮してもうちょっとね有利に戦えるんですけど、あそこの羅針盤はなかなか言うこと聞いてくれないので、このくらいでちょうどいいのかなというふうにも思います。はい、それでは巡洋のね、いよいよ初陣に入っていきます。本当に誕生してからね、わずか1ヶ月後ですからね、アリューシャン作戦、北太平洋のダッチハーバーを攻撃した後、アッツ、キスカの攻略を支援して作戦を成功させるというね、本当にもう、全力ですよね。この時が、日本軍の、最盛期だったその時の、初陣となります。しかし、皮肉なことに彼女の運命は早くも急転します。並行して行われたミッドウェー作戦で日本軍の空母4隻が失われて惨敗。残された正規空母をわずか昇格、なんて呼ばれることもありますね。昇格、追格の2隻だけなので、いやおうなしに巡洋は一気に主力の座に駆け上がっていきます。華奢な客船からの改造艦でありながら、彼女はね、もういきなり虎の子の空母に乗ってしまったんですね。そうですね。その艦の能力からして、正規空母ではないんですけど、中型空母、飛龍や双龍、それに匹敵する能力をね、持っていましたから、それが、幸いしたというのか、なんとも言い難いところもありますね。その巡洋がね、戦士に名を刻んだのは、日本の空母機動部隊がね、最後に
最後にって言われてしまえばもうそれまでなんですけど、去年の、秋イベントありました南太平洋海戦ですね。昭和17年の夏以降、ガダルカナル島をめぐる日米両軍の戦いは苛烈を極めていきます。10月11日、巡洋と費用はともにトラクトを出撃して、任務は陸軍第17軍の総攻撃を支援することだったんですけども、この時は費用がね、機関が不調ということで引き返してしまって、巡洋ただ一人進撃を続けます。救急艦爆を12隻放ってヘンダーソン飛行場を爆撃、海戦の火蓋を切ることになります。翌日、米機動部隊もね、日本艦隊を迎撃のためサンタクルーズ島沖に到着。日本側は小核、髄核、髄砲からなる本隊、そして巡洋の前進部隊、米軍はエンタープライズとホーネット、母艦数は4対2ですが、戦場はガダルカナルの約200キロ圏内であり、基地航空隊の哨戒範囲でしたので、戦力は互角。相手を発見し、艦載機を発進させたのもほぼ同時だったそうです。互いの攻撃隊が殺到して、日本側は髄砲、小核が被弾。米軍は2隻を損傷。このまま双方痛み分けで終わってしまうところでしたが、ここでね、巡洋が、活躍することになります。彼女がね、元海の女王だったことは誰も想像できないかったでしょう。身を守る鎧を持たぬ彼女は、正規空母が退避した後も最後まで最前線に立ち続け、他の母艦機を収容して使用に耐える機械をかき集めて何度も攻撃隊を発進させ続けました。その結果、ホーネットに大打撃を与え、ついには米軍に同艦の放棄を決意させるのです。機動部隊最後の勝利の主勲者は間違いなく彼女でした。ということでね、南太平洋の戦いにも、参加して、最後までね、戦い続けた、巡洋さん。練習航空巡洋艦ゴトランド、抜病します。行こっか。カタパルト、もう一機あった方が。それ以降に関しては、皆さんもね、知っての通り、マリアナ沖海戦で、姉妹艦の費用をね、失い、自身も被弾しながら対戦を戦い抜いて、終戦時には大型艦として稼働可能な数少ない一隻、最後まで彼女は、華麗であり続けました。終戦から1年。って呼び方は、カンコレで初めて聞きました。そうですね。私も、それほど詳しい方ではないので、だいぶね、前に、私の持ってるゲームの紹介で、提督の決断っていうね、ゲームがあるんですけども、その中で、一応正規空母、そして軽空母っていうふうに艦種を、分けて使用するということを学びました。単純に、大きい小さいというだけでなくて、徳型駆逐艦あけぼのよってこっちみんなこのクソ帝国。大型艦の方がね、速力が速かったり、軽空母の方が速度が遅かったりということでね、違いはあれども、それでもやっぱり、航空機を搭載してなんぼの艦種なので、強い艦載機をね、搭載することができれば、まだまだ活躍はできるので、軽空母でも、
対一線で活躍できるのよっていうね、追放の言葉通り活躍をねさせてあげたいですね。そして、順位をね、終戦から1年後、昭和21年8月に佐世保で解体をされてその姿を消します。戦争ということがなければ、日本最大の海の女王として、歴史に名を残すことになったかもしれない順位を、短い還暦ではありましたけども、それはね、戦いの中で、光り輝いたんじゃないかなというふうに思います。どういうこと？私が？そうならよかった。別に狙ったわけじゃないけど、それはそれでありか。サンクス。ということで、順陽の、紹介というか雑談を今日はねさせていただきました。妙高と申します。共に頑張りましょう。おそらくね、今度の欧州イベントで一番強敵になると思われるのは、今回は羅針盤に勝てたな。こうやってね、上のルートに乗ってくれると一戦しなくて済むので、便利なんですけどね。ここは羅針盤との勝負なんで、はい、航空偵察も大成功と。はい、おそらくね、今度のイベントで一番強敵になると思われるのは、おそらく潜水艦だろうというふうに考えています。なので、軽空母の場合は、軽空母というか護衛空母の場合はね、対戦攻撃能力が非常に高くなっているので、巡洋に関してはちょっとね、護衛空母という役割は立たせないので、あくまで艦隊決戦用の空母として使うことになりますけども、太陽や新陽、そして、前回のパワーアップしましたガンビアベイマーク2もね、護衛空母として、活躍するはずだと思われますので、ぜひね、あと残された時間はまだありますので、演習等や出撃任務をねこなすことで彼女らの連度を上げることで、今度のイベントもみんなで、みんなが攻略できることをねしていきたいなと思うし、そういった情報を発信していきたいと思っています。先日のアップデートで、違うな、報酬艦で配られた、バラクーダーというね、艦上爆撃機、ないし、対戦用というね、マーク2とマーク3というのが実装されていますので、それを叩くための新しい深海生還の子たちが出てくるんだろうなというふうには想像できますね。もしかしたら今日ね見に来てもらっている方が中ではそういった報酬もらったよっていう方もしいらっしゃったらね、多分自月作戦ではその装備が勝敗をね分けるかもしれないので、大事にね扱っていきましょう。私は今回ちょっとその報酬ではランカー取れることができませんでしたのでもらえませんでしたけども、多分イベントで配ってくれるよね。運営さん頼むよ。おお。昇格型航空母艦1番艦昇格です。
一光線二光線の先輩方に少しでも近づけるように随覚と一緒に頑張ります。はい、そしてね、ドロップ缶で今回は昇格さんということで、ここではね、やっぱりホロ感というかレア感出ますね。うん。でもちょっと難易度が高いんでね、しょっちゅうは来れないんで。作戦完了。鑑定戻りました。はい。それでは任務の方がね達成できたと思うので、受領の方をしていきたいと思います。前線の航空偵察を実施せよですね。計作戦任務が達成できましたので受領していきたいと思います。弾薬800、防機1000、開発資材8、回収資材4ということで、結構ねこの任務もらえる報酬がいいので、クォータリー任務なので3ヶ月後でしかできませんけど、また機会が来たら、ぜひね攻略していきたいなというふうに思います。今日は、戦闘2回だったのでどうかな。でも出撃回数的にはもう2回ぐらいね出撃できそうな、多分かかるんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、思ったよりも早く攻略できましたね。はい、ということで、今日は出撃の方はここまでということになります。ということは今日のね、いつもやらせてもらっている今日は何の日のコーナーに移っていきたいと思います。少々、お待ちください。はい、それではね、今日は何の日の、お時間がやってまいりました。本日はね、8月に入って初めての配信ということで、こちらを選んでみました。本日、8月1日、水の日、そして、8月1日から7日までは、水の習慣となっています。こちらの記念日ということを今日はね紹介していきたいなと思います。はい、日付は1年のうち水を最も使う月が8月であり、その月の最初の日を水の日としたものです。
水の日の8月1日から水の習慣として8月1日からの7日を定めています。限りある水資源の大切さを考えてもらい、節水を呼びかけることが目的です。その後、2014年、平成26年に施行された水循環基本法において、水の日は8月1日とし、国民の間で広く健全な水循環の重要性について理解や関心を深める日として法定化されました。今現在、国交省のね、ウェブでは水の日と水の習慣がね、告知されていると思いますので、ご興味がある方はね、見に行かれてもいいのかなというふうに思います。私たちがね、普段当たり前のように使っている水でも、この水資源も限りがあるもので、世界中で見ても日本は非常に水資源に恵まれていることの、大切さをね、改めて、実感、そして、その大切さを、理解をね、深めていくことが必要じゃないのかなというふうに思いまして、今日は、この水の日、水の習慣を選ばせていただきました。はい、そしてこの水の日について、お気づきの方はお気づきかとは思うんですが、こちら2020年の令和2年、昨年のポスターでは、より多くの人に水の大切さについて、知ってね、もらいたいということで、もう世界中に多くのファンを持つポケットモンスターですね、から、シャワーズですね、採用されたようです。もう公式化されていますね。ナンバー134、シャワーズ。タイプは水、特性は貯水となっております。私はちょっとポケットモンスターは詳しいというか、やった歴史がないのでわからないんですけど、皆さんは詳しい方はね、本当によくわかるんじゃないかなというふうに思います。最初に見た時には、これが国交省のよくあるゆるキャラなのか、ゆるキャラというかね、マスコットキャラクターなのかななんて私自分勝手に思ってましたが、いや、そんなことはなくて、もう既存のね、大人気とされるポケットモンスターの中の一員だったということをね、知りました。はい。知ってる方はね、知ってらっしゃるとは思うんですけど、改めて、シャワーズですね、紹介をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、ということでね、今日も、最後までね、ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はメンテ前ということで、内容の方はちょっとねだったかもしれないんですけども、次回は、メンテ後のね配信になります。内容についても、Twitter 等でね、またご案内いたします。なので、ぜひ、また、見に来てくださいね。よろしくお願いします。タモンマルのカンコレ、タモンマルです。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回も、楽しくカンコレやっていきますので、
また見に来てくださいね。よろしくお願いします。それでは、これで失礼いたしたいと思います。皆さん、お体には十分気をつけて、それでは失礼いたします。じゃあね。空母級さん、皆さん、お疲れ様でした。鹿屋さん、お疲れ様でした。